週刊風タイムズ藤井風最新トピック。皆さんこんにちは。週刊風タイムズの時間です。毎週末、藤井風に関するトレンド最新トピックを熱くお届けしています。今週の藤井風をめぐっては、YouTube や X で出演拒否、涙の告白といった強い見出しの動画ポストが急増し、国内外のファンや視聴者の間で混乱が生じました。拡散しているのは、紅白辞退、スピリットライブ2025出演拒否、ウィンドメモリーライブ出演拒否、ネクストワンコンサート出演拒否といったタイトルの告発系考察系動画群です。しかし、当編集部では公式サイトや主要音楽メディア、信頼性の高いニュースソースを横断的に確認したところ、現時点で公式に確認できる一時情報は見当たりませんでした。拡散の中心は、クリエイター初の YouTube 動画や切り抜き風のショート動画、X 上の断片的ポストで、番組主催側、所属レーベル、マネジメント、本人公式アカウントによる告知声明は未確認でした。そこで今週のパート1では、今週拡散した出演拒否情報を整理検証し、振り返ります。パート2では、公式発表と信頼メディアに基づく確定ニュースをお届けします。パート3では、ファン心理とメディアリテラシーの観点から、情報の見極め方と健全な受け止め方を提案します。パート1、出演拒否拡散の実態と検証。1、何が拡散しているのか。今週 YouTube 上で藤井風がスピリットライブ2025を拒否した。ウィンドメモリーライブ直前で、今の自分じゃ歌えないと涙の決断、ネクストワンコンサートを正式に降板と題する動画が連続的に投稿され、関連クリップや短尺ダイジェストが派生的に増殖しました。多くはナレーション主体のエモーショナルな編集で、実在の公式発表書面や公演主催のリリース URL、運営からの通知画像といった一次資料が添付されていないのが共通点です。いずれも YouTube の個人チャンネル投稿であり、信頼性評価としては未検証に止まります。2、一時情報の有無。同編集部は A、本人オフィシャルサイト、 B、本人の主要公式 SNS、 C、信頼できる音楽メディア、 D、主要報道機関のニュース DB を横断確認。現時点で出演拒否を正式に確認できる一時情報は未発見でした。とりわけ A のオフィシャルサイトは最重要ですが、当該テーマの告知声明は掲載なし。また C の音楽メディアは今週も NHK 特番や最新 MV 関連情報を伝える一方、出演拒否の速報は出していません。 X のトレンド断片では紅白辞退系の煽り文句も散見されましたが、その多くは YouTube 動画の拡散文言に連動しているだけで、公的ソースの裏付けに至っていません。3、噂の内的整合性を見る。拡散動画の多くは本番直前の演奏中断や涙の告白など劇的再現描写、関係者団やプロデューサー団の匿名引用、テレビ局騒然沈黙の3日間のような刺激的見出しを多用しています。一時情報の日付、場所、主催、担当者名といった検証可能な発信先が乏しい点、そして同様の語り口、テンプレ構成の動画が短時間に量産されている点は典型的なワードオブマウス拡散の特徴です。報道としての観点では、現状は SNS 情報と結論付けざるを得ません。4、と風タイムズ編集部としての暫定判断。出演拒否は現時点で未確認。一時情報が出るまで正式なニュースとしては扱えません。ただし、ファン心理面の波及は実在しています。X やコメント欄で健康を最優先にといった支援メッセージが増加しているのは事実で、これは昨今の音楽界全般のテーマでもあるアーティストのメンタルヘルスをめぐる社会的関心の高まりとも共鳴しています。パート2、今週の確定ニュース総まとめ。未確認の情報が膨張する一方、一時情報で確認できる動きも並行して進みました。ここでは公式発表や信頼メディア掲載を中心に今週確定した事実を整理します。 A、チャートの動き。ビルボードジャパンホットアルバムズ10月29日発表集計。10月20日から26日、今週の総合アルバムチャート。ホットアルバムズでは先週首位へ返り咲いた藤井風のプリマは3位に着地しました。総合首位はトゥモロー X トゥギャザーのスターキッスと、本作は通算11作目の首位を獲得し、フィジカルとデジタルの両面でポイントを積み上げた上、ストリーミングも上位圏に入り、総合指標を盤石にした格好です。2位はボーイネクストドアのアクション。短期に大きく面を取る
K-POP の発売週ならではの指標配列で、上位2作はいずれも発売直後の物理需要が総合順位を強く押し上げる典型例となりました。一方、チャートトピックスとしては、オアシス10月25日と26日に東京ドームで行われた再結成ツアーオアシスライブ25が波及し、今週は What's the Story Morning Gloryが13位、オアシスセルフタイトルが44位、タイムフライズ1994-2009が79位と、オアシスの代表作を中心に複数タイトルが100位圏内へ再浮上しました。大型ライブをトリガーに給付が同時多発的に動くイベント起点のカタログ活性化の恒例です。その中で藤井風のプリマが総合3位を維持した点は注目です。今週は TXT Going Next Door という発売週の物理特需が強い競合が並び、総合首位2位はフィジカルの厚みで大きくスコアを積み上げました。対してプリマは先週の首位返り咲きから一段調整しつつも総合トップ3を堅持、発売週変調ではなくストリーミングダウンロードを含む接触系の粘性でポイントを積み、ロングテール型の強さを示しています。すなわち発売週の瞬発力対継続的な長手という2つの勝ち筋が今週の上位で明確に並走した形で、マーケット全体としても供給サイクルの重なりが可視化された週でした。 B プリマ MV メイキング続報。10月24日公開のプリマ MV メイキングは今週も引き続き注目され、タイ撮影や友人のメッセ氏を監督に起用した背景、そしてほぼ 100% 藤井風という自己規定を本人の言葉で可視化しました。ここで示された委ねるというクリエイティブ哲学、心を開きもっと高い何かに委ねるは作品全体のスピリチュアルな核とも一致し、英語仕掛ける J-POP メロディーというハイブリッドの説得力を補強。ファン側の解釈レビューでも作り手の呼吸の共有が満足度を高めるという反応が目立ちました。 C I Need You Back MV 公開ラインの後続波及。10月9日公開の I Need You Back 公式 MV プレミアはアルバムプリマ関連コンテンツの再回遊を促しました。スクリーム当日のプレミア公開告知と NHK ミュージックスペシャル藤井風今世界での放送を伝達特番は3年にわたる制作欧州北米ツアー MV 撮影の舞台裏を凝縮し、アルバム体験を物語化しました。これらの公式準公式の連動は楽曲単位ではなくアルバム全体の再生検索記事読量を押し上げ、結果的にランキング面の粘性に寄与したと推測できます。パート3ファン心理とメディアリテラシー。今週の拡散状況は健康を最優先にというファン心理の保護衝動とエモーショナルなナレーション動画がリコメンドで増幅されやすいというプラットフォーム特性の好点で起きました。 X や YouTube のコメント欄を見ると無理して欲しくない戻ってくるのを待つという声が多数派です。一方で一部には断定口調での憶測も混じります。こうした環境では 1. 一次ソースの有無、2. 主催事務所本人の名義の明示、3. 日時地名会場担当者名など検証可能情報の有無を視聴者側がチェックすることが重要になります。出演拒否という表現自体がセンシティブです。アーティスト当人の健康心理状態の推測や事実未確定の段階での断罪的表現は本人関係者会場側に実害を与えることもあります。とりわけ日本の音楽シーンでも近年はメンタルヘルスと持続可能なツアー運営が国際的テーマ、休む立ち止まるネガティブではなく次の創作へ必要なプロセスとして尊重する風土が徐々に広がっています。この動画の結論としては、一時情報が確認できるまで噂は噂として扱うこと、公式ソースの更新を待つこと、そして作品そのものを軸に対話を続けることを推奨します。今週のまとめ。今週の週刊風タイムズは噂と事実を丁寧に切り分けながら作品そのものの歩みを見つめ直す回になりました。拡散が先行する話題は一時情報の確認が最優先であり、私たちは未確認は未確認のまま扱う姿勢を続けます。一方で MV 特番メイキングという公式に確認できる出来事は藤井風さんの表現と哲学を確かに前へ押し出していました。アルバムプリマは瞬発型の話題が多い週でも聞かれ続ける強さで上位を守っています。
これはリスナーが作品へ回帰し、文脈ごと味わう動きが定着している証拠です。来週も本人、事務所、主催、信頼メディア等の名義ある発表を起点にした情報をお届けします。情報が錯綜する時こそ、出どころ、日時、場所、一次資料の4点を一緒に確認していきます。そして何よりも大切なのは、アーティストの健康と創作が持続可能であることです。急がず、騒がず、次の音が生まれるプロセスを尊重しながら、私たちは今この瞬間に届いている音を楽しみ続けたいと思います。それでは今週はここまで。来週の週刊風タイムズも最新トピックをお届けします。感想や気づきはコメントで教えてください。引き続き藤井風さんの音楽を事実と敬意を持って追いかけていきます。これからも毎週末に藤井風のトレンドを熱くお届けしますので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次回の週刊風タイムズでお会いしましょう。